皆さん、ハロー、マサトです。久美子です。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていきます。今日はお食事編です。今私たちがいるのはカナディアンブリューハウスっていう、なんだろう、カナダ中の、地ビールが飲めるお店です。今日は、ここ結構おすすめよね。まあね、迷った時に何も考えてもいいと。結構お店も広くて入りやすいお店なので、今日はこのカナディアンブリューハウスの様子を紹介していこうと思います。それではレッツゴー。店内はこういう感じで結構広めです。いいね、ここは。でこういう感じのスポーツバーみたいな感じになっているのがこのお店の特徴。とにかく広いね。今日どこ？今日はこの窓際の席になりそうです。さあでこのカナディアンブリューハウスなんですけど、できたのはどれぐらい前？半年ぐらい前。冬よね。去年の冬と。じゃあ1年以上経ってるってこと？1年はある。まあできて1年ちょっとぐらいのお店で、店内めちゃくちゃ広いんで割と入りやすいっていうのと、一応チェーン店なんですよこれ。カナダの、居酒屋チェーン店かな、だから、日本でいう。でいろんな種類のビールがあるんで、私たちいつもバンフの地ビール屋さんに行くんですけど、たまには違う地方の飲みたいなって時にここに来ます。今バンフなんですけど、例えばバンクーバーのお酒も飲めたりできるんで、いろんな種類のカナダのお酒が飲みたい時にはここおすすめです。そうで、曜日にいいよ。いや、人が来たよ。サーバーが。来た。We are ready? Ready? Okay. We have the Jago PD IPA. Yeah. And dry ribs. The dry rib. And then we also get tacos salad bowl. Salad bowl. And With chicken? With chicken. Yeah. My question. thank you. That'll be all. そうで、ここは、曜日によってスペシャルメニューっていうのが決まっていて、お得なフードメニューがあります。例えば、リブアイ、ステーキが半額ぐらいで食べれたり、今日はドライリブが安かったんでドライリブを頼んでみました。今日のサーバーさんはどこ？イングランド。イングランド出身。イギリス出身の人です。すごいなんか感じも良くて、いっぱいおしゃべりもしてくれたり。あと英語が聞きやすい。やっぱこう低い声の方が聞きやすいよね。確かに。後でフードとドリンク来たらちょっとまた紹介しようと思います。で今回はちょっとラッキーなことに窓際席が手に入りました。景色はこういう感じ。見えるかな、バンフのダウンタウン上から眺めながら、ここ2階席のお店なんで眺めながら食事を楽しめます。Thank you. Thanks so much. でじゃあビール来ました。今日はジャグでピッチャーだね、日本でいう。どれぐらい入ったのかね。ね、分からんけど。でこうカナダでビールを注ぐ時のポイントは何？あんまり泡が少ない。そう多くないよ。日本って7対3とか言って結構泡がある方がいいけど、こっちだと泡があるとあんまり好まれないんで、もうほんとこれぐらいがベストか、もうむしろないぐらい。じゃあ乾杯。今日頼んだのは何？バンデットピークブリュワリー、カルガリーにあるお酒。でこれは何なの？ヘイジー IPA っていうちょっと濁ったやつです。いただきます。どう？うまい。今度大好き。味の特徴はどんな感じ？ちょっともったり、ヘイジーなんでもったりしてて、
でもちょっと後味が苦みが少ないフルーティーな感じ。美味しいです。そしてすきっ腹に飲んでいるから染み渡る。あんまり飲むと酔いますね。でもともとここのお店あんまり来てなかったんですけど、まあ、この春に家を引っ越してここが一番近い飲み屋さんになったんで、まあ、一番来やすいから来るようにそうやね。なりました。めんどくさいちょっと遠くまで行くのとか時は、今日も仕事終わりなんで途中まで家帰りかけてて、今日どうしようかな、食べ行くみたいなね。だいたい仕事終わり、久美子の仕事終わりにどうするって言い出したらどっかに食べに行きたいっていうことなんで、どうするってなりますそうやね。いつもだいたい仕事終わったらスタッフミールをもらって帰るんですけど、スタッフミールってね、まかないではないけど、お金が発生してるものなんでまかないではないけど、まあ、ご飯を注文して家で持って食べれるように持って帰るんですけど、今日はちょっとそれをしてなくて、もうそれイコール食べに行きたがっとるやろうなおまさとが察するっていう。そう、まあ、歩いてバンフの街ちっちゃいんでここまで歩いて5分で来れるんで、まあまあ別にねすぐ行けるっちゃ行けるって感じだからフットワークが軽くなりすぎるよね。This is para Namiro. Thank you. さあじゃあ来ましたよ、フード。さあじゃあフードがやってきました。紹介してもらおうか。どれからいく？まずこ手前れからいこうか。はい、タコスサラダの今日はチキントッピングにしてみました。これね、なんかこの前たまたま食べたことないもんたまには食べようぜっていうことで注文したら結構うまかったんよね。でこれはトッピング、このチキンとワカモレっていう緑のアボカドのソースはトッピングなんでお金がかかってます。チキンかかってんのこれ？かかっとるやん。あ、そうだ。チキンとビーフが選べます。でまあこういうソース類もトッピングだね。で今日はもう1個、これはドライリブ、今日のスペシャルにあったドライリブです。これが20ドルぐらいするのが10ドルぐらいになる、まあ、半額に今日はなってるんで、今日はこういうラインナップで食べていこうと思います。いただきます。じゃあサラダ食べていこうと思うんですけど、このなんかトルティーヤチップスがついていて、食べ方ぶっちゃけこれで合ってるか分かんないんですけど、とりあえず崩していって食べていくと。でソース全がけしてぐちゅぐちゅってやってぐちゅぐちゅ全然美味しくなさそう。ぐちゅぐちゅって食べ方が分かんないっていうのもまあ楽しみの。だからあれでしょ、ちょっとこれ撮ってもらってあれやけど、この状態が正しいかどうかは知りません。知りません。メキシコの人に聞いてみてください。まあね、日本人は結構メキシカン料理馴染みないからね。でこれワカモレソースとこれ何？サルサソースでクリームチーズをかけてまさとの3分クッキング。はい、食べていきます。さあじゃあこれ何サラダだっけ？タコボールみたいな。まあメキシカンサラダみたいに食べて。どう？うまい。どううまい？なんか何レタスっていうかこういう。これは普通のレタスよ。あ、普通の本当に？レタスもめちゃくちゃシャキシャキだし、チキンも結構甘みがちょっとあるよね。あ、そういうチキンなんや。で今回初めてワカモレソースつけたけど、まあ、これが結構なんだろう、ガーリックが入ってるからちょっとパンチもあるような感じです。でこれ映して結構ボリュームあるんで、2人っていうよりは 3,4 人でも十分分けて食べるにはいい量のサラダ。これ結構おすすめです。美味しいよね。この間ビーフも食べたけど今日はチキンです。じゃあ食べてきます。That's all good. Thank you. でカナダではごめんなさい、話の途中ですけど、今みたいにサーバーさんが飯の味、食事の味どうって聞いてくるんで、まあ美味しければグッドとかナイスとか言ってあげればいいと思いますし、そういうタイミングで追加の注文とかがあれば、していきます。決して日本みたいにすいませんってやらないように
これ失礼に当たるんで絶対やらないようにしてください。あとこの手上げるのもね、何も言わずにしても手上げるのもあんま良くなくて、結構それはこっちとしたら結構失礼な態度に値するんで、アイコンタクトをね。そうそう、じゃあどうすんのってなるとどうすんの？アイコンタクトと、例えばメニュー取る時だったらメニューを見ずにもう決まったよみたいな素振りを出す。やっぱ見てるとまだ考えてるのかなって思われるから、メニューをちょっと違うところに置いて、待ってる雰囲気を出したりとか、あととりあえずこう食べてる時とかに必要なものがあればちょっとなんかサーバーさんと目を合わせるように、顔を見るように努力するとか、そういう感じ。オーラを出してください。で、担当のサーバーさん、今日は男性の方ですけど、基本的にテーブルに1人担当がついています。それ以外の人は呼んじゃダメです。なので、最初に、自己紹介大体してくれますけど、今日の担当のサーバーさんをひたすら見続けるっていうのが唯一の呼ぶ方法です。じゃあドライリブ食べてみましょう。大きさ的にはなんかすごいカリカリの、これポークよね。そう、みんな大体ちっちゃいサイズで。豚のカリカリのやつです。カリカリで美味しい。骨がちょっと間にあるから気をつけんといけんけど、カリカリがカリカリが美味しいっていう意味がわからない。カリカリで美味しい。味はまた味はよく味も効いてて美味しい。塩コショウにしたんですけど、私たちは今日でもよくそのスパイスが効いとってます。もうね、久美子の特徴はこのポークのことを説明せずに調味料のソースの味なんていうのを紹介するのが久美子流の紹介の仕方です。美味しい。でも美味しいよね。本当なんかしっかり揚がっとってカリカリで、外はカリカリ、中のお肉はジューシーで美味しい。今8月下旬で、バンフはもうちょっとしたら秋のシーズンにこう空気感も変わっていくんですけど、夏が一段落したっていうような感じです。天気が安定しなくてそんなに暑くなかったっていうひと夏でしたし、山火事の影響も結構出たエリアもあって、観光に行けないとかもあったし、雹の被害でカルガリー空港が雹の被害を受けてちょっとフライトがキャンセルになったりとかいう人もいたり、あれすごかったね。で、あとは鉄道会社がちょっとストライキ入って、夏はバンフ人が乗れる列車走ってるんですけど、それにもちょっと影響が出たりということで、結構なんかそういう意味では運が悪かった。ロッキーに来るなら6月から7月頭で、あと意外と秋っていうか9月後半とかもおすすめです。山火事が減ってくるんで、視界もかなりクリアになります。そうやね。だから7月8月が確かに来る人は多いんですけど、ちょっとずらしてきた方がぶっちゃけ綺麗だし、宿も安いです。夏はね本当に観光シーズンやけど、やっぱ空気が良くないよね。山火事の影響でよどんでるし、あとすごい暑い日のことも多いけど、やっぱ秋とかちょっとずらすとね全然違うよね、クリアになって。だからすごいそれはおすすめかもね。確かにマサトが言ったみたいにホテルも安いし、でもこうまだその9月とかでも街は活気がある時期なんでね、結構いいかも。で、もう一つあるとしたら、今年のなんでしょう、ほとんど地元民が騒いでるだけですけど、バンフ大通りの歩行者天国が、今年2024年で終了と、になります。割とニュースになってるんですけど、これ元を正せばただ単に元通りになると、コロナ前じゃないな、歩行者天国4年ぐらいやったのかな、4シーズンぐらいやったんですけど、2025年の来年からは、ないと、普通に戻るってことですね。ちょっと残念な気持ちはありますけど、それも一つとして、こればっかりは仕方ないよね。今年、住民が投票で決めたことなんで、ああだこうだなる話じゃないんですが、一つ夏の話題、地元ではちょっとホットな夏の話題、やった時とやってなかった時の売り上げの違いが明確に出るわね、これから。そうやね、税金も変わってくるしね。あと本当か嘘かわからないんですけど、話によると3年間はとりあえず
この歩行者天国はしないっていうのが決まってるっていう話で、3年後にまた選挙があるかないかとかいう話も出てるみたいなんですけど、それが実際本当なのかどうかはちょっと分かんないです。噂地噂に元よると、の人の噂ね。そうお客さんとか、あとそのみんなローカルの人の話を聞くとそういう話も出てる。さあというわけで、まあ、一通り、今回ここのレストランの紹介と食事の紹介と、まあ、今年の夏どうやったっていうことで紹介してきたんで、じゃあ今日はこれからゆっくり食べて飲んでいこうと思います。さあというわけでカナディアンブリューハウスの様子を紹介してきましたが、どうやった今日は？楽しかったね。ゆっくりご飯食べれて、お酒も飲めて楽しかったです。で今日のサーバーさんもすごい感じが良かった。そうやね。まあでもこういうのに対して、まあ、チップ何%払うっていうのを決める感じかな。でこのカナディアンブリューハウスまあ、幅広いメニューを扱ってて、ビールも結構いろんな地方のが飲めるので、カナダ旅行でロッキーしか来ない人とかにはおすすめな、確かに、場所だと思います。バンフ以外のエリアのお酒も楽しめるんで、ぜひこのカナディアンブリューハウス来てみてください。はい、では今回はこんな感じで、バンフの居酒屋チェーンだね、を紹介してきましたが、このチャンネルではカナダの世界遺産、カナディアンロッキーから、楽しいこととか美味しいレストランなんかを紹介しています。これからもどんどん紹介していこうと思うので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ではまた次の絶景と美味しいレストランでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。